上園澄子さん、当時19歳。爆心地から6キロ離れた金輪島で被爆しました。被爆前から挺身隊の一員として特攻艇の部品の作成などに携わり、被爆後は金輪島と似島で被災者の看病にあたりました。皮がずるりとむける様子や、体から湧いたウジ虫を箸で取る作業、ずらりと並んだ死体、そしてその死体を焼く匂いは今でも忘れられないそうです。被爆後は甲状腺の異常からくる手足の震えや目の病気に悩まされました。原爆や核兵器のニュースになるとテレビを消すという上園さんは、若い人に原爆についてもっと本気で考えてほしいと語ります。挺身隊で戦争中じゃったからまだね、それで挺身隊みたいなんで行って、それで軍隊生活した。6140部隊で、赤塚部隊でね、平太さんと同じような生活して、とにかく高校を出て、高校の次に専門学校、今の専門学校、専門部いうかね、2年間の分じゃった。今3年でしょ。じゃけど2年で 1年生ぐらいの時、1年とちょっと過ぎとった思うんじゃけどね、いつ頃だったかはよく覚えてない。まあ戦争中じゃったから仕方がないですよね。なんとも思わんと「はいはい」言ってすぐ行って、勉強が嫌いじゃったからそれで宇品から船でずっと行きよって、普通の島ですよ。今と変わらないような島でね、やっぱし家もありましたしね、言うてええか悪いか分からんのじゃがね、内緒でたぬき御殿いうのがありましてね、そしてそこは将校ばっかしの集会所があった。そういうのでね、いろいろほとんどそこいてお手伝いしたりね、よく可愛がってもらいました。だから一つも苦にならんかった。まあ食事をこう運んだりいろんなことをしたよね。そうか思えば何かが、軍人さんと同じようなことをやったり、だからみんな一層敬礼な生活してね、それで帽子もちゃんと制服もあってね、その挺身隊の。どういうんですかね、機械でジャーッとやって鉄板じゃない、何ですかね、思い出せんけどね、その軍人とかその船なんかのね道具使うのにその手伝うたりしよりましたよ。船作るでしょ、そんなものの部品じゃろうもですよ。マルレだけしか知らない。マルレと言いよりましたね。ちっちゃい子のぐらいの一人乗りの。あれは覚えてる。見たんじゃから。ずっと毎日見てたからね。ちっちゃい船じゃって。それをたくさん作ってた。それに一人乗って突っ込んでいく分突っ込みたいじゃろうね。それがようは覚えてないんですがね、外にいたことは覚えてる。朝礼で。みんなが集まっておったのを覚えて、ずっと立ってたのを覚えてるけど、何を喋っちゃってどうにしようってどうなったかもう全然覚えてない。真っ暗になったんじゃろう言ったら「ああそりゃそう言ったらそういうような気もするね」で「光った」言うて「光った」言うてもう思い出せんです。はっきりは覚えてないね。なんかこう暗なって。なんか黒なったのは覚えてるんじゃがね、一瞬。その時はそんなもんじゃね、みんな「退避!」言うてからすぐに中入り込んだからね。
音が大きな音がしたような気もする。今考えてみればね、よく覚えてない。光もないしね、とにかく防空壕へ逃げるのが必死やったからね。防空壕へ言うてからすぐ入り込んだのを覚えてる。そしたらもう死体がだっだっだっだ、死体やらあれがいっぱい、それこそ死ぬる一歩手前、それがずらーっと兵舎へね、ご座がダーッとなんで、被爆者が並んでダーッと寝して、そういうの皆私らが運ぶ。そしてね、こうちょっとここへ言うてからね、お水ください言うても、お水をあげたらね、死ぬる言うてけんね、ダメなんですよ言うでしょ。そしてまあちょっとここ痛い言うてけ思って、まあ持ったけ思ってずるりんとむげる。ボロボロの切れじゃからね、持ったらずるっとむげて、はあわあ思うんじゃが、もうこっちも必死で、そして見ればうじがうじゃうじゃ湧いてる。そして箸でね、こういうの茶碗持ってきて、ご飯食べる茶碗に水入れて、ほんなさ箸でこうやって取ってうじを取って、そしたら全部下が骨。なんじゃろうかこれ白いもんが見えるが思ったら全部骨。そういうの骨が見えてからね、でまあ我慢しなさいね言うて言ったら、もうこれみんな死んでる。ずらーっと死んで、こうやってずーっと並べとっても、朝起きたらほんまあっちに一人こっちに一人ぐらいでね、またそこへずらーっと並べる。ほいでまた明くる日までにはみんな夜中にみんなやって、ほいで焼く。その私らが逃げ込んだ防空壕で焼く。全部そういうのみんな手伝い。臭いご飯も食べられない。ちょっと言いにくいんじゃけど言うたって、まあ私は年金なんでも平気で言えるけどね、生理ね、女の人の生理ってもう下は怪我した血とね、生理の血とでもうぐちゃぐちゃな、もうボロボロでしょ。まあどうしてあげたい言うて、自分の子かね貸してあげて着せようか思うても何にも持ってきてないなんちゃねないでしょ。もうどうにもならんから思うてね、ほいでまあガーゼからなんか、ガーゼじゃないね、大きな切れをねそこ置いてあるんですよ。ね、そういうのをみんなべしゃべしゃに水で濡らして、暑い時じゃからね、ほいできれいに拭いてあげたら、痛い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 言うてじゃし、拭かれません。ただ乾いたのでこうやってペチャ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 こうやって拭いてあげるだけで、まあほんまどうしようもないよなかってね、かわいそう。ただもうそのうじとそういうようなことしかとにかくよう忘れんです。それから間もなくね終戦になったからね、その終戦になるまででも1回2回は町へ船をずっと続けて川まで生きとる人をこう運ぶのに、そしてこうね全部分け分け死体をよ、死んどるのをねこう分け分け、その車じゃない船で行ったのも覚えてる。似島と金沢と交代に行ったり来たりして、そして原爆の罹災者を全部、被爆者を全部ねこう解放したんです。だから金島と同じことよね。似島でもそれと同じような仕事をして、そして焼くのも鉄道で焼いて、ほんまに臭い臭い思いをして、生まれて初めてああいうような目見たし、いまだにそういうような目に遭うたことがない。自動車事故に私遭うたことあるけどね、それどころじゃないわ、あれぐらいは細いことじゃ思った。ほいで1週間以内ぐらいに家族が
通知が回ったんですよ。全然帰ってこんから言うてね。だから1週間以内に1回だけ返してもらった。船に乗って。その時にはやっぱし軍隊の船、普通のどんな船じゃったか、なんで動きやったんかどういうのかは分からんですよね。毎日帰りよった船やら、あれなんで普通の船じゃったと思うんじゃけどね。普通の人は乗れんかったから、兵隊さんらと一緒に軍人さんらと一緒に乗って港につけてもらってね、そこから歩いてすぐじゃから、その時にみんな死体をとっと運んで家帰れなかったからね、ちょっと家が気になるから言うんで連れて帰ってもらった。便乗したんですよね。つまり今考えてみれば乗せてもらって帰ったんじゃろう思うんです。まだ自動車も電車も何にもせん、歩いて行ったんじゃから、ずーっと市内を何にも通ってなかったから、ずーっと歩いて。でもうみんなそこらへまだそこらへ死体がいっぱい転がっとった時じゃからね、弟と妹探しに親について行って、もう帰られやせん。そうなったら原爆でも寝るとこないように天井は飛んでしもうとるし、入り口も飛んどるしじゃからね、爆風で。千田町へ妹がおるいうのでね、貯金局へ挺身隊で行きよったんやっぱしね、徴用されていったからね、まだあの子は高校じゃったからね、今でいう高校。妹は全身にガラスとかいろんなものが刺したまんまで、ほいでここの出血がひどうて、ほいでずっと岡山まで連れてって、岡山が父の里じゃったからね、ほいで桃やなんか食べさせたらええから言うんでね、岡山の桃やなんかの山もとったからね、そこで食べてほんま生きられたんですよ。毒があれで出たんじゃねえいうやなかって。弟はもうほとんど悪い空気はするし怪我もしとったからね、あれは割に早死にました。それで兄は戦争行ってたからね、まだ帰ってなかった。弟と妹が父親なんかまだ帰ってなかったね。徴用ねみたいなんで船ずっと乗ってたからね、そのまんま行ってたから。ほいじゃから母親一人がやって、ほいでご飯もしてね、そしたら帰ってきてすぐ間もなく死んだからね、肺病でね。だから母親にはその頃には感謝せんかったが、今頃になって感謝してる。そこからはもう普通ですよ。普通のあれでね、ほいで勤めもだから普通の娘に帰って洋裁習いに行って大嫌いな、そういうことが大嫌いだからね、お茶にお花に洋裁でしょ、ああいうのみんな学校行くのをね、いやいやながら行ったりしてね、娘時代は割に楽しい思いしたからね、終戦後に新調してたでしょ。それがこうむしろみたいなのやら戸板みたいなのもどこでも拾ってきて、こうやって立てかけとって家入れんようにね、こう家が見えんようにこうやって隠しとったらね「こんにちは」で入り込みね親がすぐに「はあ裏へ隠れ」言うてからすぐに「早く隠れには大事になる」言うてからね、それで母親が行ってからわからんね、英語でシータンと両方であれとでこう手間ねでね言うて、それで言ったら、そしたらその進駐軍がね明くる日にね
悪事ね1週間ぐらい経ってからねいろんな食べるもの持ってきてくれて、それからもうたんびに持ってきてくれるようになって、おじきいらん着物なんかをみんなあげたらまたようけ持ってきてくれるようになってね、着物なんかでもみんなそれで命が生きながらえたんやわけや。缶詰が多かった。進駐のはね缶詰、コンビーフとかあれはよう忘れんね。コンビーフが美味しいから、それは普通ね売ってないから、コンビーフの缶詰とか肉とかチーズチョコレートね、あんなんよく持ってきてくれたからね。それで派手な着物をね母親がよく作ってくれとったから、それで母親がやるよんです。そういうのまあやらんでもええのもったいない言うてくる言うのにね、いや初めだからね怖いからみんな隠れやったんですよ。チョコレートに弱いんや。食べるもんでまあ生まれて初めておいしいもん食べたい思うてね、おいしかって、もうそれでね来るのが楽しみでね、まあ来たらええのにね言うてから言うけど、まあ近所全部配ってくれよったからね、ジープ止めて近所の人がみんな喜んでね、みんな遊んだりしよるところに新宿が来てね、今の運輸部いうのがあったんですよね。あそこが今の1万トンバースのところ、あそこのところに進駐軍の兵舎みたいなのがあって、あそこでねパーティーするけんね、ドーナツがたくさんある言うてね、それをみんな稼いとるでしょ。行こうや行こうや言うてね、そしてパーティーがやって、あれよう忘れんですよ。おいしかったねドーナツいうの。ほいで10人ぐらいが行くけん、まあたくさんみんな来てたからね、いっぱい宇治名の人間がよそからもみんな来てるし、宇治の人らみんな行ってたくさんねドーナツを食べたのを覚えてる。感謝してますよ。頃食べるものないのね、着物1枚やったらいっぱい持ってきてくれよったもん。あれはねうちの前に真ん前の人が紹介してくれちゃった、紹介してお見合いですよね今ね。今から見合いする人はおらんけどね、頃は見合いばっかしやったからね、仕方なしにね、好きな人はいたんじゃから私はね、その兵隊さんと軍人さんじゃったけどね、ほいでがあれ診断医戦士、戦死したからね、もう仕方がないから言うのでね諦めて、そしたらまああれうちの主人迷惑したようなもんよね。仕方なしにもろともんじゃなく親やる近所の人にね対して思ったんじゃろうからねおじゃがええことにね鹿児島でしょ、ピンとこないんや、見とらんからそういうところ、ほいでね鹿児島じゃから、全然そういうこと知らんないね。原爆いうものは恐ろしいもんじゃったんじゃげなぐらいしか知ってない。子供ができんとか親の方が心配してた。親がねもらい手があれがもらい手があれがばっか知ってた。割に気にならん、何が誰がどう言おうが平気、人は人自分は自分いう主義でやってきたから、まあこれだけ90何本にまで生きられたんじゃろう思いますよ。甲状腺がだいぶ経ってから原爆で甲状腺が悪なる言うてね言うたのに、もう甲状腺がぼーっと腫れたんかどうかしたんかはどこの病院行ってもわからん。中風みたいになって
あとねあれがいつ頃出たもんか1年ぐらい経ってから2年経ってか分からんけどまあ広大にも行ってやっと分かったんじゃけどねバス同士いうことが。ほいで原爆のあれは分からないからね。ほいでただテーブルの前に座ればガタ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 こんなんですよ。手も足もみんなこうねガタ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 して振るその場所で。そして喉はこう膨れて目玉が全然違う色になる。目玉がみんなが「まあどうして魚の腐った目みたいになっとるよ」いうので。ほいで「チューブじゃチューブじゃ」言ってね「あんたチューブじゃそれ絶対になんぼ若うてもチューブになったんじゃわ」言うてね「そうチューブいうことはほいでもなかろうよ脳一血も起きたような気もせんしね脳一血やなんかでようチューブになるでしょ。ほいでから脳一血もせんし心臓の足もなった覚えもないしとにかく手と足とか振る。ほいで水でも飲んだカチ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 って歯とコップとかひっついてカタカタカタカチ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 音がする。ちょっとあんたやめときんさい言うてみんなが笑う。なんで笑うんってほじき病院行ってみさ絶対にチューブじゃけん言うてね。もうまさかね原爆のためにそうになっとるとは夢にも思ってなかったから。それと目がね読めんようになっとったんですよ。でそれ病院でねいろんな病院行ってからやっと目が手術してもらって両方もうほとんど見えんようになりよったけどね。だから原爆手当は目でもらってる。その近所の病院行っても日赤行っても分からなかった。何が原因しとるかがね分からんかって何の病気かも分からん。近所の病院なんか特に分からんかった。それで大学病院行って全部調べてでなんかアイソソープとかなんだかいう薬をずっと飲んでコーヒーも大好きなコーヒーも飲めんかったお茶も飲まずに我慢してねでやっと治った。ほんまあの時はほんまチューブじゃいたらどんなもんかが分からんじゃろうけどねチューブじゃ言うて昔のことじゃからねチューブになったチューブになった思ってもう憂鬱になったと時来ちゃった。まあ大体苦労言うたらまあ病気したぐらいですよね。まあ大体苦労は考えん方じゃから。まだまだ辛いそこってじゃあ言うのを必ず一番にそれを思うことにしてる。私らまだ上等じゃ言うぐらいに思うようにね、もう仕方がないもうねこれが自分の運命じゃけん思うてねすぐ諦める。あれが寅年のええところ。いやとにかく宇治の湧いたんと骨が出たのにはねほいでこうどこ持ってもズルンズルンとむげたのねあれはもう頭から離れんですよずっと。そう言いながらほいじゃったらもうどうしてプリンス行って眺めてこの空気とね景色とでね気分が晴れるんじゃいでくしゃくしゃしたりなんかした時には眺めがいいでしょ。それでぼやーっとしてねそしたらいろんなことを思い出す。昔々のその昔のことをねずっとしてね懐かしいあの人らどうしとってかねとは思うけどねもう全然いないね死んだんでしょうよみんな。会うたこともないし話にも聞いたこともない全部いない当時の人はね。それこそ核兵器やわらなんじゃ言うてね今ややこしいことになっとるけどそういうのをしたらもう嫌ですぐ消すからね情勢がわからんですよ。もうねもうちょっとじゃけんああいうなこと起こさんといて言うてもうちょっとで閻魔さんとこ行くんじゃけん言うてねもう考えんことにしたんです。今の若い人はね割にケロッとじゃからね本気にしてくれないよね。
私らが話しても「ああねそれご苦労でありましたね」いうぐらいのことまさか言ってからねうじが湧いてね骨が出とったんよって言うてもまさか言うてからねほんまにしないよね今の若い人は。なんでそういううじが出るんって原爆でやねんって言うてからねもうひどいなひどいこと分かっとるがそうほんま言うてからね、まあねちいた本気にしてくれるもんもおるでしょうよ。